はい。ですかね。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。どうぞよろしくお願いします。まあ今、ちょうど僕の方が結構受験に関しても、忙しく過ごしている、日々なんですけども、そんな中で、今日、しめディ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうそうそう。ちょっと書いたんですけど、多分ね、今日で生ライブ自体は、この YouTube ライブはだいたい100回ぐらいやったみたいで、24時間ライブの方は、もうずっとやりっぱなしっていうか、流しっぱなしになってるんですけど、このライブがですね、こちらの生ライブがもう100回ぐらいできたみたいです。それで、これからもね、もう本当に皆さんのおかげでこうやって、なんていうのかな。一緒にね、学ぶことができるようになってきて、もう、なんて言ったらいいんですかね。トレーダーっていうよりも、トレーダーでいろんな興味があって、やってきたんですけど、ありがとうございます。パーティーポッパー、おめでとうございます。パーティーポッパー、パーティーポッパーって言うんですね、これ。バイポッパー。この音声のやつも面白いですね。はい。それでやっぱり皆さんと一緒に、学んでいくことで、お花さん、よろしくお願いします。で、トレーダーでいろいろテクニカル中心でやってきたところから、いろんな興味があって、お金の勉強だとかね、なんて言ったらいいのかな。株式のことだけじゃなく、経済のこともそうだし、世界のこともそうだし、お金の勉強もすごくできたような形で、これからもね、どんどんこういったことを、本当の趣味みたいな形で、お話がね、できたらなぁなんて思っています。なかなかトレーダーさんとかでも、テクニカル中心にやってらっしゃる方もいるし、こういうファンダメンタルというか、お金の勉強を中心に税理士さんとかね、やってる方もいるんですけど、僕もちょっと異質かもしれないんですけど、基本はやっぱり自分の興味のあること、で、これから中高年の方が、お金の勉強、絶対必要だし、事業ではないんですけど、自分が話すことによって僕も学べるし、皆さんも一緒にね、学べるっていうことを大切にしていきたいなって思っております。で、その中で今日これ何かというと、写真がある、入試に勝つ新聞記事っていうことで、最近僕もちらちらと話してますけど、中学受験の子を見ているんですね。で、これ、正直言って、この中学受験の新聞、問題集です。これ、時事問題集です。これね、ここでちょっと、うまくお見せできないんですけども、すっごいわかりやすいです。いや、要は、小学校高学年の子が、中学入試において、読める内容になってるんですね。だから、すごく興味のある内容。歴史とかの資料集とかも面白い子は面白いと思うんですけど、これ、もう今ちょうど大人の方が新聞はちょっと細かくてね、字が読みにくいなとかもあるだろうし、ウェブで書いてあることっていうのも、全体的には書いてないじゃないですか。なので、この、問題集、がですね、このニュースについて、本当にわかりやすく解説してるんですよ。で、しかも、この後にですね、ちゃんとこの中学生、入試対策ってことは問題集も出てるんですね。これね、理科とか社会とかを興味を持とうっていう子供たちに、これ一緒になって、お話しするとね、すごくね、知的好奇心に、きっかけを作れるんじゃないかなって思いました。
いやー、この問題集は素晴らしい。うん。で、やっぱり中学、高校と勉強とかテストがこう出てくると、どうしてもね、覚えるっていうことを先に考えたりとか、この範囲をどうやってテストの点数を上げていくかっていう風になっていくと、勉強ってすごい大変になるじゃないですか。特にやっぱり思うのはこの今推薦入試とかで、こう、なんと受験が終わってしまったりとか、じゃあ一体勉強じゃなくて学びってどんなことが学びなんだろうってこう考えられる時期にちょうどこういったものはね、いいんじゃないかなって思いました。僕もこう教えてる身でいろいろ教材を調べてる中で、なんだこの中学受験の問題集ってすごくわかりやすいし、面白いなと思いました。これ、いくつか使っていきたいなと思う。コロナのこともね、すごいわかりやすかったですね、これ。はい。僕らはなんかニュースの中でいろいろこう、全体像を掴んでいくんですけど、本当にこれ、いい問題集っていうか、でしたね。はい。今日最初こんな話であれですけど、今日はですね、その前にあれだ。この話をしていきたいですね。今回もう確定ですね。YouTuber さんでも何人かこうずーっと出てますけど、NISA がね、ついに恒久化が決定したっていうことで、いっぱいいろんな方がNISA の恒久化決定ってことで出しておられます。昨日今日あたりすごく多かったですね。どうしても今回岸田内閣のこの予算の関係だとかで、軍事費のね、増税のことがどうしても光ってしまって、先にそっちの話がね、あったので、こっちのね、積立 NISA とか NISA の方がね、関係してる人しかこう見てくれないって言うんですけど、これはね、来年度以降私たちは、本当に銘柄をね、しっかり考えていけたらなと思うし、下手すれば、年間のその投資枠が360万円っていう大きい枠なので、短期売買もできるような感じですよね。だって非課税で、ちょっと言い方変わると360万円年間投資枠があるってことは、10万円ぐらいの売買を、してもいいわけですよね。これ言ってはいけないかもしれないですけど、新興国とか、ちょっとリターンが高いリターンが高いとか、ちょっと別にギャンブル性があるわけじゃないんですけど、やっぱり新興国とかも、あるじゃないですか。アフリカとか。そういったところにも、NISA を使うことができるっていうのは大きいです。あと、レバレッジ、レバナスだとか、ああいったものはちょっとね、NISA 枠から外れちゃうかもしれないんですけどね。ただ、レバレッジがかかってないものでいろんな国やいろんなもの、例えば債券もそうですね。そういったものとかも、いろんなものの投資信託で勉強して、投資ができるってことは、これは大きいことだと思います。なので来年度以降もっと、この NISA を使って、どういう銘柄を投資して ETF とかね、したらいいかっていうのもね、お話できればなと思います。もちろん短期売買とかの話もしていくんですけど。はい。ということでね、こんなような内容。投資をされてる方だと嬉しい内容。ただ嬉しいけど、じゃあ、ね、アメリカにずっとほっといて突っ込んどけっていうだけじゃないのでね、こういったこともね、これからまたお話できればなと思ってます。はい。ここをちょっと言いたかったです。でですね、今日はそのお金、この大前特集の方を結構やっていきたいなと思います。税金、それから、社会保険とか、このあたりについて今日はね、しっかり、お話をしていきながら皆さんにもいろいろ聞いていきたいなと思います。カプトレ、問題1問やってきます。それでは最初にですね、早速こちらの方から行きたいと思います。いつも僕は本当にファンダメンタじゃないですけど、お世話になってる後藤達也さん、テレ東のね、日経テレ東の方が、ブログで言うと僕はもう一番、わかりやすくて信用している、方ですね。
で、この方が、この間の、僕ちょっと本当にね、情けないことに、金曜日の相場見た時にえらい下がってたので、忘れてたんですよ、このもう FOMC を。恥ずかしながら。で、そうか、ということで、今回、この、ちょっとだけ聞いていただいて、FOMC がどういうことがね、起こって、来年がどうなるかっていうのをちょっとだけね、お話ししてますので、最初聞いていただけたらなと思います。やつですね。その結果、一時株安が進んだというような形になっています。いろいろ論点がありますし、来年の FOMC、さらには株式市場とか、為替市場どうなっていくのか、いろいろ見通す上で非常に重要なポイントが盛りだくさんですので、コンパクトにまとめていきたいと思います。それでは始めましょう。今日も動画 CM オフなので、最初15秒だけ宣伝させてください。ノートなんですけども、1月以降に課金されるということもあります。S&P500 は 0.6% 安、ナスダックが 0.8% 安ということで、それほど激しい動きではなかったという感じではありますけれども、ここ2つ線引っ張っていますが、声明が出たところで株価結構下がってますね。で、会見が始まる前にかけても、結構下がってたんですが、パウエル議長の会見が始まってから少し戻して、プラスに転じるような場面もあったというところです。これから詳しく見ていきますけれども、声明が出たところで、ドットチャートという来年の政策金利見通しも出てきて、ここがやや高派だと、利上げに積極的だっていうふうに受け止められて、株価が下がりました。で、会見が進むにつれてですね、そこまでものすごくお疲れ様です。発言も飛び出てこなくてですね、バランスを取った印象。今ちょうど後藤達也さんのバランスを取ってるということで、この間の木曜日の夜のね、FOMC の結果のちょっと解説を入れてます。終わってみれば、S&P500 で 0.6% 安、株価が下がったとはいえ、ものすごく激しい動きがあったというわけではないので、比較的無難に通過したというふうに捉えてもいいのかなというふうには思います。はい、では、この後具体的に見ていきたいと思います。はい。まずざっくり1枚で1分ぐらいで見ていきましょう。0.5% の利上げは市場の予想通りでした。で、同時に出てきた声明ですね。これ文言がほとんど変化なくてですね。の夜はそこまで下がらなかったですけど、昨日がえげつなかったですよね、やっぱり。日本も下がりましたね。また後でちょっと金曜日の相場見ていきたいと思います。強さみたいなものを少し弱めてくるかなっていうような思惑もあったんですが、ほとんど変化がなかったっていうことは、それだけ姿勢を変えていないんだと。高派姿勢維持だっていうような受け止めもあって、この声明自体も変化がなかったとはいえ、ちょっと高派かなというような受け止めが多かったようです。それからドットチャートですね。この2023年の金利見通し、これが市場予想よりも高めだったということで。そうですね。4.75 かと思ったんですけど、5から 5.25 で最近のインフレ鈍化、これは、昨日の CPI なんかもそうだったんですけども、10月、11月は、ピークアウト感が出てきているっていうところで、ここは素直に歓迎しているというところでしたね。FRB これまでも来年にかけてインフレ率は鈍化するという見通しを立てていたんですが、その見通しに自信を持たせる内容だった。こんな言い方をパウエル議長はしています。だからといってガンガンそのインフレ見通しを下げるっていうほどではないんですけども、不確実だなと思いながらインフレ下がると思っていたところに、その自信を、つけてくれるような。皆さんも株価見てると思うんですけどね、結局まだ12月この時期になっても、利下げですね。S&P500 利下げの方なんですけども、4000これへの期待がマーケットでは、来年後半利下げするんじゃないかっていう期待があるんですが、これについては、具体的な言質は与えませんでした。一方で、次回ですね、これは2月1日になるんですけども、これは 0.25% の利上げの可能性を問われた際に、肯定したわけではないんですけれども、やっぱりこのペースは弱めていくっていうような方針だっていうことを言っていてですね、0.25% 利下げ、示唆とまでは言うと言い過ぎかもしれないですけども、その可能性も十分に匂わせるようなちらちらとアメリカ国債とか債券の話も出てきてますね。株より債券どうかなっていう話もはい。ということで、全体的には、パウエル議長の会見は、利上げを進めていきますと、インフレを退治しますっていう、これまでのスタンスを取りつつも、タカ派、ハト派、双方の、発言、両方に受け止められるような発言を出したことでバランスを取ったかなというような、印象かと思います。そうですね。じゃあ具体的に見ていきますが、4つに分けようと思います。こんな感じです。まず声明を見て、次にドットチャート、その後パウエル会見で、それらを踏まえて市場の利上げの織り込みはどうなったのか見ていきたいと思います。ではまず1つ目、声明の方からです。
はい。まず声明サクッと見ていきましょう。お話ししてきた通り 0.5% 利上げですね。金利水準としては 4.25 から 4.5% になりました。今年振り返ってみれば累計 4.25% 利上げということですね。8回 FOMC があったので、1回あたりは 0.5% 強という計算になります。通常は 0.25% 刻みなので、通常よりも2倍の利上げが平均で行われてきたという、記録的な1年だったということですね。で、特に6月から11月は 0.75% FOMC 今年最後ですもんね。年間8回でしたよね。3倍の、もう2段飛ばしの利上げですよね。やってきたということです。で、今回は 0.5 なので、縮小ということですね。もういつまでこういう FOMC にこう株価も左右されるんですかね。来年も。利上げ幅なんですが、6月から11月と比べると縮小してきたということです。で、声明は先ほど話した通りほぼ従来通りですね。利上げ、あるいはインフレ退治の姿勢は変わっていませんというところです。では同じ午前4時に発表された、より注目されたドットチャートの方を見ていきたいと思います。はい、こちらドットチャートですね。FOMC のメンバーの政策金利の見通し、それぞれの予想を点で、集めたもの、その分布ということになりますね。これは何だろう。本当はもっとわかりやすいチャートに書き換えればよかったんですけれども、ちょっと時間がないので、とりあえずコピペに、簡単な、赤い線だけつけたりして、説明しています。で、これちょっと字がちっちゃいので少し補足すると、一番下の方にこうちっちゃく書いてる2022、2023っていうこれ年がありますね。これがその年末の政策金利がどうなってるかっていうのを、その FOMC メンバーの中心的な見通しを示した。徐々に下がってくる。これ2022年は点が全部同じところに並んでますけれども、これはまあそりゃそうですよね。今ちょうど FOMC 終わったところで決定もしてるので、ここからなんか臨時会合で金利でも動かせば別ですけども、そんなことはまずないということで、全員が同じ数字を置いています。で、注目されたのがその右、2023年のところなんですけれども、これもちょっと数字が見にくいんですが、この赤い丸で囲んでいるところが 5% をちょっと上回るところ、つまり 5.00 から 5.25 っていう、それが一番多いですね。ここが一番注目されたポイントです。右の方にちょっと文字で書いてますけれども、これが市場予想より高めだったと。ひょっとしたらこの 4.75 から 5.00 っていう一つ下のところに中心値が来るんじゃないかっていうような見方もあったんですが、そうではなかったということですね。で、ご覧の通り 4.75 から 5.00 のところで点が2つしかないんですね。最も低い数値でも、この数値だし人数も少ないと。パウエル議長はもうこの参加者の大半が 5% 以上の政策金利をこの年に見込んでいるということを言って、それだけ高い金利に上げているということをある種アピールしたような形になっています。同時に来年の利下げっていうものをあまり想定していないことを感じさせる内容ですよね。もちろんこれ来年末の予想を出しているだけなので、その年の途中、夏とか秋の段階でもっと利上げしてその後利下げしてるとかそういう途中の経緯はわからないんですけども、いずれにしても 5% 以上あるっていうことはそんなに利下げっていうのは今のところ考えてないよっていうことが、見えるようなチャートとなっています。そして2024年、こちらの方はややハトハトの受け止め方もあるんですけれども、中央値ご覧のように、これ 1% ぐらい下がってるんですね。あくまで中央値なのでそれぞれのメンバーがどう考えてるかわからないんですけれども、中央値としては 4.00 から 4.25 に下がっているので、合計で1年間で 1% ほど利下げされるということです。この頃にはインフレがかなり落ち着いてきていて、景気も減速しているっていうところもあり得るので、それに備えてかなり引き締めてきた金利っていうのを元に戻していく、中立的な水準に戻していくっていうふうに判断していると考えられます。翌年はかなり、2025年は相当ばらついてますけども、全体としては、さらに利下げが進むと。大体この、政策金利っていうのは今程よい金利ってこの辺ぐらいだって言われてるんですね。これはロンガーランって言って、長期的に程よいところ、中立的な金利って言われてるんですけど、この辺に置いといたら景気を付加しもしないし抑えもしないっていうような水準だって言われてるんですね。その点今はかなりブレーキを踏んできた感じですけども、次第に、アクセルも踏まないしブレーキも踏まないっていうようなぐらいの感じに戻していきますよっていうのを、このチャートで示しているということになります。パウエル会見、2分ぐらいで簡単に振り返りたいと思います。継続。ちょっと、ここずーっと言っちゃうと、あれなので、パウエル会見は、だいたい今ので分かったのでいいです。すいません。今のでちょっと、ドットチャートすごく注目でしたね。このドットチャートの、2024年は、今の 5% より 1%、来年ね、は、落ちる予想が結構多いよと。
で、その次の2025年は本当にわからないんですね。はい。緩やかにこう言ってると。ということはもう本当にこの1年間が歴史的に利上げがすごかったっていうのがよくわかりますね。この今の利上げを1年、2年かかってもまだこの 2.5% までたどり着かない。2.5% がちょうどいいって言われてるんだったら、じゃあ何年経ってば緩やかにこう、そこの落ち着いていくかっていうのはわからないですね。そうなってくると、すごくこう、この2年ぐらい、アメリカのその株価、特に、この短期的な、金利の高さが高いと、2年債とかね、高いと、半導体とかこの成長株っていうところが結構きついかもしれないなってすごい思います。やっぱこれ、銀行にお金を借りる金利と相まみますので、成長株っていうところはアメリカのね、ところ厳しい。逆にね、銀行とか、伝統的な株価は、またちょっと変わってくるかもしれないんですけど、今までの、例えばナスダックで、こう、勢いがあった、株とか、銘柄っていうのは厳しいなっていう感じはね、しますよね。はい。まあ、先行きが別に全体的に暗いっていうわけじゃなくて、当然その米国株とかも、業種によって、変わってくるなっていうのは来年特に思うので、また個別にね、いろいろ見ていきたいなと思います。まあ、この間も、個別にいろんな銘柄ね、見てたと思うんですけど、コカ・コーラとかもそうですしね、そういったところは、順調に、復活してきてる銘柄もあります。ただだから全体的にじゃあインデックス投資でぶち込んでおけばいいかっていうとすごい不安になるとは思います。だから不安っていうかずっと上がってこないのでこの1年、2年。なので個別株とかもしっかり見てって、いやアメリカ全体ではなくてその成長株とか、なんていうのかな。IPO 銘柄バブルってたやつとかね。フィンテックとか。ああいったものはまだまだちょっと厳しいかもしれませんしね。ハイテク企業も、お金をどんどん借りて、それを開発に使っている企業は厳しいかもしれない。ということが言えるかと思います。はい。後藤さんすいません。ありがとうございました。じゃあ、またね、FOMC とかある場合は本当後藤さん簡単にすごい、わかりやすく説明してくれるので、また年に8回ぐらいは勉強させていただくと思いますんで、お願いします。はい。それではですね、こちらの方に行きますよ。金曜日の相場をちょっと簡単に見ていきましょう。はい。まず FX の方から簡単に行きます。ドル円の方が一回ちょっと137まで行きましたけど、昨日はまた136まで一旦落としました。落としたって言ってもまだ、どうかなという感じです。全体的に、ドル円だけだけど、ユーロ円、ポンド、全体的にチャートがね、FX の方が、円高になってますね。これ見ていただくとわかりますけど、円高ですね。円高？ドル、間違えた。円高でいいんだな。あれ円高。はい。ドル安。はい。ですね。ドル安に進んでます。はい。じゃあ、次、日経行ってみましょう。これ多分、日経は、木曜日の夜中の FOMC を受けて、最初にもう朝9時からドーンと落としてますので、1日、下がって27,500というところまで来ました。もう今、日本独自で動きはないですね。まあ、なんか NISA とかいろいろそういう法律でいいことがあるかなと思いきや、やっぱり、まあ、FOMC のネタにはかなわないというか、だと思います。はい。CFD も同様ですね。はい。
それからじゃあアメリカを見ましょう、金曜日。はい。アメリカも続落ですね。先物の方ももうS&P が3870ということで、また4000切ってしまいましたね。ナスダックも11300。この水準何度来てるかわかんないですよね。はい。もう赤いもの見飽きたかもしれないです。今年1年はこんな感じなのかなっていう。来年はどうなんですかね。はい。下がり。僕も来年の予想はあれですけど、本当にもうこんだけ1年間、今年を上回ることが全然できずに、まあ、去年の今時期が確か S&P500 は4700とかのあたりだったので、まあ、2割減ですよね。1年経って。1年経って2割減っていうのは本当に、苦しい1年だったなっていうのを感じました。はい。どの方も多分ね、さすがに年末までは S&P500、4400とか500まで戻るだろうと思ってたと思うんですよね。はい。はい。2年債が 4.185 ということで、落ちましたけどね、金曜日。金曜日、金利も落ちたりしてるのに、指数も落ちたという、ヘンテコリンな形になりました。はい。世界の方を見ましょう。中国、香港、そんなに動いてません。インドがね、ちょっと最高値、18,700 の地点から、ちょっと今、じり下がりになってきてます。まだでも、上昇トレンドの値ではあるんですけどね。はい。まあ、16,500 ぐらいまで下がれば、下落トレンドになりますけど、まだまだ上昇の範疇です。その他、動きがあったのは、やはり、イギリスがですね、この間チャート見たときに思ったんですけど、7500のあたりが一応頂点として、ちょっとね、売買高が少なかったので、ここから落としてくるかなっていうのをテクニカル上思ったんですけど、やっぱり7500から今7300まで落としてきました。はい。これが目立ってますかね。あとはそんなに目立った動きはないと思われます。南アフリカがちょっと、今日、休みになってます。金曜日休みだったんですね。はい。コモディティ見てみましょう。コモディティですけど、金がまた1800まで近くまで来ました。はい。来ましたね。ヘッジになってますね。やっぱり今、株とかのヘッジになってる。まあ今仮想通貨がああいう状態なので、仮想通貨ともう株は結構連動してる感じはあります。だけど、ゴールドに関しては、まあ、ウクライナやロシアの関係もあって、リスクヘッジみたいな形で、株価が下がってくると、ゴールドが上がってきたりする傾向はあるかなと思います。1800抜ければ上昇トレンドになりますね。はい。シルバーも同様です。ただ、珍しいのはプラチナ、パラジウムが下がってるのに、ゴールド、シルバーが上がっているというヘンテコリな現象があります。それから原油の方が 74.6 というところまで落ちてきました。じりですね、これ本当に。じりですね。はい。80からじり。まあいろいろ動きはありましたけどね、短期では。だいぶ落としてきました。灯油がこんな寒いのにこんだけ落ちましたもんね。はい。天然ガスも、1回 6.2 まで落としてますね。いや、ここは天然ガスはもう本当にまだわかんない。僕的には天然ガスは上昇していくと思いますね。うん。原油はこのあたりかな。60代まで行くかなという予想です。長期ですよ。はい。大豆、コーン、小麦ともにそんなに動いておりませんでした。はい。そんな感じです。はい。S&P500 の1週間のパフォーマンス見ましょう。もう圧倒的にこれ目立ってるのが、テスラが
1週間で 16% 落ちてました。いやーもう、すごいですね。どうしたんでしょう、これ。テスラ離れなんでしょうか。もうちょっと怖いですね。はい。大型株は目立ったのはやっぱりアップルが 5.38 落ちてるっていうのが気になります。半導体は、下がったり上がったりで、本当にFOMC がある前はプラスだったんですけど、FOMC のその金利のね、ことで、一気にね、半導体が落ちてきてしまいました。後のものはエネルギーがちょっと上がってましたね、今週は。一般消費財、それから、飲食関係というか、まあ、そんなに変わってません。ヘルスケアも変わっておりません。金融関係も、ちょっとね、アメリカンエクスプレスとかペイパルは悪いですね。テスラはイーロンが株売ってるみたいです。またやってたんだ。またですか。ちょっとテスラのチャート見ていいですか？ちょっと待ってくださいね。テスラどこ？うわ、テスラの日足です。そうなんですね。すごいですね。今週、テスラはすごいですね。木曜日だけちょっと反発したんですけど、売買高もすごい多いですね。なるほど。ね。この150っていう位置は、テスラはもう、過去にある？ここか。ちょっとこれで見えないけど。ここの今の位置が何？ 2020年の12月？そのあたりまで下がってるんですね。こんな感じですね。はい。もう2年ぐらいかけてきてって感じですね。まあ、上がり続ける株はないとは思うんですけど、まあ、極端ですね、テスラもね。はい。はい、ありがとうございます。はい、世界の方を見てみましょう。はい、世界の1週間ですけど、ブラジルがすごい下がってましたね。ちょっといいですか？こっちブラジル見ていいです？ブラジルがすごいな。これかな、ブラジル。これでか。ちょっとブラジルの、今週、すごいですね。今週の、ちょっと見てもらうと。今週、なんかこう、この間やった窓開けみたいな感じの状態になってますね。金曜日から月曜日にかけてストーンと落ちて、もう一回ここでストーンと落ちて、ここすごいですね。ブラジルがもうストン落ちてますね、これ。ここか。もう、7月14日、このボトムに近づいております。すごいですね、これ。ちょっとでもブラジルは売買高もまだあるな。この売買高もありますね。ちょっと見方を変えると、ブラジルちょっと来週とか再来週とか注目してもいいかもしれないです。ボトムになるといいですね。まだ悪材料が出尽くしてるかわかんないです。この売買高が小さくなってきて、まあちょっと今ほら、株トレとか皆さんやってると思うんですけど、ここが、抱き線っていう風になっていて、で、これがもうちょっと十字の形に、次ですね。次の週足、日足とか、この十字が出てきて揉み合ってきて、これば、トレンド転換する可能性も出てくると思います。ブラジルは。はい。こんな感じですもんね。今はちょっとまだ、もうちょっと見た方がいいですけどね。はい。すいません。ちょっと今気になりました。あとはですね、
ヨーロッパはそうでもないですね。これは。赤いですけど、そんなに赤くないですね。いや、やっぱ台湾セミコンダクターがこんだけ落としてましたね。アリババも中国落としてます。ただ、中国は今回はハイテクがバイドゥも落としていてます。ジンドンもちょっと落としてますけど、上がっている企業もちらほらと見受けられますので、これは業種によってですね。日本はあんまり変わらなかったですね、今週は。はい。世界の動きはそんな感じです。はい。それでは、特集に行きましょうか。はい。じゃあ、まず、株トレから行きますか。はい。あ、そうそう、東雲さん、今日は株価チャート。ブラジルは大統領選で左派のルーラが勝ったからですかね。もしかしてそれが、あれなんです。左派の関係が国にとって、あんまり良くないということですかね。僕なんかブラジルの大統領ってコロナにかかった人しかイメージがなくてですね、結構あの人、コロナ禍でもなんかガンガンマスクをせずにいたりとかそういうイメージしかなくて。なるほど。期待がどうなるんですかね。チャートをまた見て、ブラジル買いたいなと思ってた時期もあったので、これはちょっと注目したいですね。はい。ありがとうございます。そうそう。それでね、東雲さんに、言い忘れちゃった。この株価チャート大全の方が、多分次回かなんか、こっちから、問題を出すと思います。で、この問題がね、なかなか、むずいです。はい。なので今回今日出す株トレよりももうちょっと難しいかもしれないですけど、今どんどんちょっとね、難しくなってきてるので、大変かもしれないですけど、今日学んでいきたいなと思います。はい。ランニングペーパーになっちゃいますけどね、これ。はい。それでは、株トレ1問参りましょう。はい。32番ですね。下落トレンドから上昇トレンドということで、C 社、D 社買うならどっちという風になっております。皆さんそういえば寒いからあれじゃないですね。今思ったんですけど、最近寝るの早かったりしませんか？大丈夫ですか？本当に眠たいですよね。冬場って、寒いから、温めようとするとすぐ寝ちゃいません？まあ今僕こたつはないのであれですけど、今セラミックファンヒーターつけて、下ね、この机の下やってますけど、眠くなりますもんね。クイズ早めにやらないとみんな寝そうですもんね。あ、ちょっとごめんなさい、これ。ここじゃあ読みますね。C 社、D 社ですね。まずヒントというところ、見てきます。両社とも、1000円から650円まで、株価が急落して、から800円まで戻って、急反発してますと。その後、しばらく休んでからもう一度戻り高値、ここですね、戻り高値を、試そうとしている状態。で、ここから、戻り売りがどれだけ出そうか、戻り売りをこなして上昇しやすいのはどちらかを考えてみてください。戻り売りからね、考えて、売買高も見てくださいね。はい。まず、見るべきものは、チャートの節。前回やりました。チャートの節。これね、線ですね。ここ、平行線みたいなやつ。トレンドラインっていう、トレンドラインじゃない。平行線ですね。はい。売買高の高いところが節になりやすいでしょう。はい。両者とも、急落後、急反発時に800円をつけたところ、800円つけたところで、売買高が増加。したがって、
800円が節として意識されます。お、D に1票ですね。はい。まさに800円に近づく今、ここから戻り売りをこなして上昇しやすいのはどれでしょうということになります。ちょっと難しいですよ。はい。しめじさんは本当に毎回この間前回のね、チャートの節の方も見ていただいたので、ちょっとわかるのかなと思うんですけど、さあ、どうでしょうか ?C か D かで。ちなみにここ C 社は3ヶ月間のチャートになります。ちょっと小さいですけどね。で、D 社の方が1年2ヶ月、ちょっと長いですけどね、のチャートになっております。今ちょうど、D 社の方は、売買高がまあまあ高いのかな？売買高一緒か。この20万株と一緒。ちょっとD 社の方がこの角度がね、上がってますね。はい。いかがでしょうか？寝ちゃいましたかね？皆さんどうでしょうか？ちょっとその間にお花、難しい。そうですね、難しいですね。はい。全然。違っても、最近皆さん正解が多いので。さあ、いかがでしょうか？東雲、D かな？はい。じゃあ、もう出たのでいきますよ。答えは、はい。買うなら D 社になります。皆さんおめでとうございます。じゃあ、こちらのチャートの方を見ていただきながら、ちょっと上の解説。でも現実は C 階層。C 階層。なるほど。じゃあちょっと読んでいきますね。C 社は、東雲、階層。なるほど。C 社は、日柄整理ができていない。D 社は、日柄整理が十分ということ、ちょっと変な用語が出ています。C 社は急落後、日が浅い。また浅いっていうことですね。で、これちょっとそうですね。この期間がずるいですよね。1年2ヶ月とこっち3ヶ月だからまだ日が浅いんですね。だから、こちらの場合は、高値で買ってから、投資家から戻り売りの圧力が強いと。要はまだこれ期間が短いので、ここに達したのが短いので、っていうことですね。でしかもこれ、移動平均線ずるいですよね、これ出してたら。これ移動平均線のちょうど C 社は付け根のところ、ちょうどこれ下がってくる可能性もある位置ですもんね。どっちかわかんないですよね、これ C 社は。で、D 社は移動平均線を超えてきてますので、これはなんかずるいっていうか、あれ移動平均線なかったですよね。ずるいですね、これ。はい。で、D 社は急落後、かなり日が経っていると。ここね。もう悪材料が出尽くしたよっていうことを言いたいんでしょうね、これで。はい。っていうことですね。はい。今の、さっき俺この下の解説言っちゃった。この移動平均線より下とか移動平均線より上って。これ見れば皆さんもこれ見ればね、こっち D 社の方買うって言うでしょうね。と僕は思います。はい。はい。ということで一応皆さん正解でございます。はい。ありがとうございます。それではですね、特集の方行きましょう。はい。今日は特集がですね、パンパンパンと行きますけど、今日12時で終わろうかなと思います。最近、サラさんも遊びに来なくなってきたので、早めに終わっちゃおうかなと思います。はい。久しぶりですね。お金大全ですね。はい。皆さん、大好きですね。お金大全。の、税金についてということになります。結構ね、僕もサラリーマン時代にあった時は、やっぱサラリーマンで給料もらってると、税金とか天引きされるじゃないですか。
だから、あんまりその税金って考えなかったんですけど、自営業になってから、やっぱり自分で税金を払うっていう意識になってきたので、やっぱそこから、いろんなことを意識するようになりました。うん。皆さんもそうですよね。多分、サラリーマンで転引きされるとどうしても、なんでこれぐらいお金がかかるんだろうとか、あんまり気にせずにね、給与明細見て、なんか結構引かれてるわ、ぐらいな感覚だったかもしれませんしね。うん。はい。それでは、この中身についてね、いろいろ説明していきたいなと思います。はい。まず最初ですね。税金って何？どうして支払ってるの？なんかここ、本当にどういうことかなっていう感じなんですけど、税金の種類についてね、まず簡単に整理していきたいなと思います。じゃあ皆さんこちらの方を、見てくださいね。はい。この表ですね。僕ちょっと読みますね。税金は私たち公共サービスを受けるために支払うお金ですと。例えば、警察や消防。政治家の懐を温めるためですね。それ、早い。いい、この、僕の別に YouTube ライブ、いい子が見てるとは思わないですけど、子供たちが見たら、って思うかもしれない。はい。警察や消防。これちゃんとクリーンなイメージで、喋ってると思いますね、この方は。はい。道路や水道の整備、教育、年金、医療、福祉などのサービスのためのお金として利用されますと。模範解答ですね。はい。緊急時に、110番や119番に通報すると、無料で、警察や救急車が駆けつけてくれるのも、公共の図書館や美術館や、本や芸術に触れられるのも、日々出る、定のゴミを回収してもらえるのも、これらのサービスが税金で運営されているからです。ヘクト。私たちは様々な税金を支払っています。ということで、書いてありますね。ちょっと見ていきましょう。直接税と間接税っていうふうに分けますと。で、国税、道府県税ありますね。これは市町村税ということで、地方税と国とで分かれております。で、直接税で国の方は所得税、法人税、相続税、贈与税ということで、皆さんがよく知っているものっていうのは、所得税、そのまま給料でね、取られたりすることもあります。法人税は社長とかじゃないとなかなかね、わかりにくいものもあるかもしれません。相続税、贈与税はその時にならないとね、なかなか、金額わからない人もいるかもしれませんね。それから、間接税っていうのが消費税。そうだ。皆さんこれちょっと見てもらって、文句言いたい方とかありますせっかくなので、これ高えよっていうのありますか？ちょっと一覧で言ってきますね。で、消費税。それ高いよって言いそうだ、これ。から、酒税、酒は高いのかな？どうなんでしょうね。僕、お酒をあんま飲まないので、高いか安いかっていうのはわかんない。タバコはね、もう本当に右肩上がりですよね。売ってた時、30年前とかは、セブンスターが200円でしたね。社関係の税金。そういえば、この間、あれ？ニュースでやってましたね。車の税金、なんか、審議、重量税？なんていうの？自動車税とか、重量税でしたっけ？あれが変わるんですか？ちょっとチラッとしか見てなかったんですけど、確かに、車の関係ありますよね。高いですよね、あれも。で、なんで、あれ、軽自動車が7200円で、一般車両がいきなり34,500円になるんでしょうね。もうだって排気ガスそんなに、ね、660cc と 1500cc ってそんな3倍も排気してるわけじゃないのに、あの金額はちょっと言えますよね。僕もちょっとおかしいっていうか、と思いますね。今、ハイブリッドがあんだけ多いのに。なんでしょうね。はい。
それから地方税とかどう、この、自動車税とかが、あ、そうか。これを、地方税のところに、県の方で、あれでしたっけ？乗用車が県の方で納めてて、市の方では軽自動車とかでしたっけ？管轄が軽自動車と乗用車って違いましたっけ？日本の消費税は高いというより性質が悪い。なるほど。ごもっともでございますね。よく、だから外国からも多分言われてるんですけど、ね。自動車ユーザーも国民なんですよ。バイトヨダ会長。惜しい。確かに。もう、ねえ。トヨタ会長悪気はないんですけどね。はい。ということで、あれ、意外に、これ、知らなかった。間接税のところに、タバコ税ってあれなんですね。国も、県も、市も取るんですね。なんすかこれ。タバコ税ってそんなに取るんだ。すごいですね。ゴルフ利用税とかありますよ。はー。ということで、こんだけね。固定資産税とかありますよね。なるほど。ごめんなさい。ありました。軽自動車とこっち自動車税違うんですよね。はい。ちょっと自動車はね、いい加減にしろと思いますよね。はい。いつまで道路作っとんちゃいって。昔だったら、道路作るためとかなんか理由してるんですけど、今って、ガードレールそんな作ってるわけじゃないのに、もうインフラ整備結構整ってきてるじゃないですか。だからあえて、僕も思うんですけど、この、毎年年末から3月にかけて予算があるからっていうことで道路工事始めますよね。今、ちらほらってまた道路整備っていうことで、道路をひっぺ返して、また新しい道路をこう修正したりしますよね。最近は見なくなりましたが、タバコは蒸らないで買いましょう。と自治体が言ってましたね。そうなんですね。面白いですね。じゃあ、買うとこによって、税金が落ちる。そうか。売り上げによって、そうか、変わってくるってことかな。なるほど。だからそういうことを言うんですね。はい。ありがとうございます。さすがに皆さん税金に関してはいろいろ、言いたいこともあるのかなって思いました。はい。ということで、こういう税金があるよっていうお話でした。はい。なんか、文句になりそうだな、本当に。面白いですね。東雲、実は日本のインフラは先進国の中では下の方です。もうそうなんですね。へー。なんか僕もイメージがあって、東京五輪ぐらいから、1964年のインフラ整備ってことで、例えば高度経済成長の時に結構もう、道路を作りまくっていったから、割と、世界の中でも、ちゃんと道路は整備されてていいのかなと思ってましたけど、そうでもないんですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次に行きますよ。はい。社会保険に参ります。社会保険はどんなものがあるのっていうことで、皆さんも多分知っているものもあるんですけど、意外に知らない種類のものっていうか、あんまりこの内容知らないなっていうのも出てくると思います。表を見ていきましょう。はい。あれ？いいのか。これ、税率の関係とかあります。ちょっと読みますね。私たちの税金の中に、社会保険料というのも支払っていきます。広い意味では、社会保険料も税金の一種です。社会保険とは、国や地方公共団体が運営する公的な保険です。長い人生、怪我をしたり、介護が必要になったり、職を失ったり様々な問題が起きる可能性があるということで、みんなで社会保険料を支払うことで、大きな、こうした問題をね、対処していこうというわけですと。
で、ここに書いてありますけど、社会保険には大きく分けて、医療保険。はい。それから介護保険。このね、介護保険が意外にね、40から64歳まで任意で入っている人がね、いるんですよね。はい。で、それから、労災保険。はい。それから、雇用保険。ありますね。雇用保険もちょっと税率変わるみたいですね。はい。それから年金保険。ということで、まあ、それぞれ、役割があります。で、ここに比率も書いてありますね。はい。人によって、加入している保険の種類は異なりますと。会社は医療保険、で、介護保険40歳以上、雇用保険、年金、厚生年金。40歳になった月から介護保険が天引きされてます。泣き。あ、そうなんですか？やっぱり、あれなんですね。これって、会社は任意強制かと思っています。あ、そうなんですね。僕は、そうか、自営業の場合はね、俺扶養に入ってるからあれか。介護保険って 0.9% ってあるんですけど、じゃあ、皆さんの、中に、介護保険料っていうのも、天引きされているんですね。お花、天引きです。そうなんですね。東雲、天引きされてます。そうなんですね。知らなかった。はい。まあ僕もフリーランス個人事業主になってるので、だけどこれ入ってません。はい。他のものは、雇用保険は僕会社に登録してるので、そっちはパートでも、雇用保険には入ってるみたいで、これは入ってるんですけど、労災保険入ってたっけ？入ってないと思いますけど。雇用保険と、年金は払ってますけどね。はい。国民保険も、これも自分で払ってるので。はい。で、サラリーマンの場合、これが全部天引きなんですね。なるほど。ということは、次の、これちょっと見ていいです？ここ、給与明細っていうのがあるんですけど、これ、じゃあ、見ていただいて、皆さんの給与明細で、この控除というところが、こういうふうに国民保険、厚生年金、介護保険、ここですよね。で、雇用保険、所得税、住民税っていうふうに引かれるのがここってことですよね。で、この人の引かれる率はだいたい、この方がちょっとですね、基本給は25万円で通勤手当があって、時間外手当がちょっとあって26万9000円で、引かれるものが、5万8400円ですって。で、差し引き21万円っていう風になってますけど、引かれる率がだいたいこれで見ると26万でこれだから 20% ぐらいですかね。引かれてるということになりますね。これどうです？健康保険1万3818で、これが2万5620。雇用保険840。雇用保険は大したことないですけど、この2つが、でもあれですよね、厚生年金は半分会社が負担してますもんね、確か。はい。多いか少ないかが僕、ちょっと感覚的にわからないですね、これが。はい。ということで、給与明細については皆さん大体こんな感じなんですかね。なんか、変わって引かれるものとかありますか？ちょっと、このあたりは僕も知らないというか、ところがありますね。みんな同じなのかな？住民税って、こんな違うのかな？俺、住民税もっと安かった気がするな。所得税5700円。こんなもんか。という感じですね。何かご意見があればですけど。はい。
まあ、大体こんな感じだということですね。はい。昔そういえば思い出しました。ちょっと雑談でいけないですけど、僕学習塾の、学習塾会社で人事部長までやったかな。住民税は 10% 前後ですね。なるほど。10% 前後。10% 前後？給与のですか？これで言うと、この人の場合だと 5% ぐらいですよね。そうそう。役職手当っていうのが、当時まだ20年前だったかもしれないんですけど、12、3万役職手当がありましたね。いや、その頃を考えたらすごいですね。今、役職手当10何万とかってすごいことだなと思いました。今じゃちょっと考えられないですけどね。ただ基本給より、手当の方で基本給を上回ってたかなっていう時代が、独立する前ですね、ありましたね。30前半だったかな。はい。まあ、その時はまだ雇用もね、一生、ここでやってくるのかなと思った時期も一時ありましたけどね。今となっちゃ、こと喋って自由にしてますけどね。所得の 10% なので、なるほど、なるほど。違いますね。ということは、こちらの21万のところの差し引いたやつで見ていくわけですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。東雲、課税対象額によりますね。なるほどね。そういうことですね。はい。はい。では次行きます。もう12になっちゃった。源泉徴収について。ちょうど時期的に皆さんどうですか？源泉徴収は。ちょっとこれ、2つ写真が出ちゃってる。これか。年末調整と確定申告っていうことで、あれですかね。年末調整はこれからですよね。ちょっと年末調整と源泉徴収について簡単に読んでいこうかなと思います。源泉徴収についてですね。源泉徴収は勤務先から配られますと。所得税を差し引いて会社が納税してくれることです。源泉徴収書は年末調整の、結果確定した1年間の所得税の金額が書かれています。そうですね。最も納める所得金額は収入によって決まるのではなく、収入から様々な、今言ってましたね。控除額を引いた金額を元に計算されていますと。源泉徴収書は所得税が決まる過程を大まかに知ることができます。支払い金額は、給与と賞与。皆さん、ボーナス出たんですか？俺も全然もう今、ボーナスとか気がつかんかったな。ね。賞与と合計。それから、税金や、社会保険料を引く前、いわゆる年収がわかりますと。所得控除額の金額は、支払いから給与所得者の経費にあたる給与所得控除を引いた後の金額ですということですね。なるほど。ここはまあ僕ももらっているので知っているところですね。僕らの場合はまあ所得がちょっとね、返ってくる。皆さんの場合も結構この源泉徴収で返ってくる率もあるんじゃないですかね。はい。僕はあんまりちょっとだけしか返ってこないですけど。それから、この表にもある年末調整と確定申告何が違うのっていうことで、まあ、お分かりになると思うんですけど、もう年末調整っていうのは今の源泉徴収から戻ってくるお金。で、戻ってくるお金の中にこの控除っていうのがあって、この扶養控除、配偶者控除、生命保険料、地震保険料、まあね、社会保険料。で、小規模企業共済掛け金とか、
これって、イデコやってる人もそうなのかな？大きな借金をしているので年末調整で借金の 1% が戻ってきてます。大きな借金をしている。なんか気になるですね。ローンかなんかなのかな？あ、これかな？住宅ローン控除っていうのですね。ここですね。もありますよね。はい。こういったものが控除の対象ですね。これ、住宅ローン控除も結構大きいですよね、きっと。はい。で、僕の方は、住宅ローン控除。そうですね。はい。僕の方は、住宅ローン控除ですね。皆さん、住宅ローン控除。僕の方は、この確定申告があって、青色申告っていうのをしているんですが、青色申告すると65万円も、申告で、控除が受けられる。その代わり、貸借証っていうのをこう、つけて、ちゃんとその数字を出さなきゃいけないっていう。で、それをめんどくさい人はなんか白色で、控除を受けなくてもいいやって言って、白色の手申告書を出す人もいるらしいですね。はい。僕の場合65万の控除を少しでももらって、今パソコンでね、全然できるので、難しくないですね。はい。なんでこういった控除を入れて、少しでも戻ってくるような感じで、やっています。ただ本当に僕もあんまり税金取られてないっていうか、こんな言い方あれですけど、家庭教師でもらっている収入が、割とご家庭から直接現金でもらったりする関係もあって、企業でもらっているお金はこう、ちゃんと所得になってるんですけど、言っていいのかわからないです。家庭教師の場合ちょっと、ダークなところがあって、収入になってない計算になってるかもしれないですね。ただ、銀行振込とかもあったりするので、そこをちゃんと収入として、計上したりとか、することはあります。はい。こういった控除があるみたいですね。はい。ということで、あと最後に、この所得税、住民税ってどう決まるのということで、こちらの表ですね。年末調整も確定申告もどっちもやってますので、嫌でも税金に詳しくなりますね。なるほど。東雲さんは、確定申告は投資の関係とかもあるからかな？ですかね。僕もどちらかというと、サラリーマンになってた時代から、自営業になった関係もあるので、最近は確定申告の方が詳しくなりましたね。はい。じゃあ、こちらの所得税はどうやって決まるのっていうところを、図を持って話したいと思います。皆さんさっきもちょっと言いました、この、所得税の、計算のイメージで給与から引かれて、給与控除があって、で、給与控除を引いた分で税率をかけて、このうちのものを、控除した、引いたものを、所得税の、納める比率を、決定するということになります。で、ここに給与所得控除の金額というのがありますけど、給与収入が、これ控除ですね。されるやつ。162万以下の人は給与、55万円。あとは、累進課税じゃないですけど、収入から、40% 引く 10% とか、なんかこういう計算があります。はい。それから、控除、これ見ていただくとわかるんですが、控除されるのは年収が多くなればなるほど、給与所得の控除は受けられにくくなってきますよね。で、所得の、税額表ということで見ていただくとわかるんですけど、累進課税になっております。195万円未満の人は税率 5%。ここから年収がどんどん給料が上がってくる人は最大 45% まで、年収4000万円の人は45% の税金がかかるよっていうことになってます。あれもそうですよね。雑所得っていうのもそうですよね。なんかよく仮想通貨なんかも一時期なんか税金が
どうなるのとかっていう話ですけど、所得税と全く一緒ですよね。これ累進課税ということになっております。はい。逆に言うともう年収1800万円以上4000万円未満で 40% って。まあでもこれでも本当どうなのかなと思いますけどね。取られすぎな気はしますけど。いいのかな？僕にはちょっとわからないですね、この世界は。はい。というふうに、所得税がもうこうやって一律で決まってるよっていう話になります。はい。いかがでしたでしょうか？今日はね、こういう年末調整、ちょうどね、お話が、タイムリーなお話ができたかなと思います。そろそろね、源泉徴収が配られてくる頃ですよね、きっと。また見てね、皆さんの、どれだけ税金を納めるかっていうのも意識してもらえたらいいかな、なんて思っております。はい。じゃあ、来週の木曜日ですけど、多分何もなければ、また株価チャートの方とかを中心にね、話を進めていきたいなと思います。あと年内は、4回くらいですかね。ちょっとカレンダーが今なくていけないですけど、はい。土曜日ってあれ？今これカレンダーあるから、土曜日は、12月30日が、違う、12月31日土曜日か。これ僕もしかしたら、12月31日の土曜日は、大分に行ってるかな？どうかな？またなんかブログじゃないですけど、YouTube の方で何かお知らせできることがあればお知らせして、TikTok でまたなんかね、わちゃわちゃ喋ってるかもしれないんですけど、はい。なるかもしれないですね。はい。シメディ、年越しライブ、そうそう。年越しライブは、多分僕、年越しは帰ってこれないかもしれないので、あれかもしんない。はい。大分の方で何回やれるかも。でも、これできないんですよ、あれ。機材がないと、YouTube ライブって。年越しライブできないかもしんないですね。去年やりましたね、確か。なんか、で、すっごいブツ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 音がしてて最悪でした、あれ。今、過去のやつも見てましたけど。はい。なので、年越しになるかわかんないですけど、はい、大分の方で、湯煙ライブとか、何かそれ、なんか、温泉のなんか、いらねえ、ジジイが入ってる、温泉を浸かりながらライブとかって、携帯でできるの？いやー、もう、バンされますね、これ、そんなことやって。わかんないですけど、ちょっとまた、ちょっと考えてみたい。ちょっと YouTube の携帯でできる方ですけど、ね。宇佐神宮と羅漢寺は行ってほしいですね。そうなんですね。はい。ちょっとまだね、調べてないので、また年末にかけて、年末年始のね、大分のことちょっと調べてまた、お話できたらな、なんて思っております。はい。ちょっと30日までね、ちょっと動けないので、31日にスタートするかもしれないんですけど、また追ってね、なんかライブができればと思いますので、よろしくお願いします。はい。長くなりました。じゃあ、今日はそんなとこで終わりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。また来週木曜日お会いしましょう。お疲れ様です。失礼いたします。お花、お疲れ様でした。ありがとうございます。篠ノ